最近ですね、過去の恋愛のことで思い出して怒りが湧いてくるっていうことがちょこちょこあったんですね。でもそれが今のいて座の新月にすごくリンクしている状況だったんだなっていうことが分かったので、それについてちょっとシェアしたいなと思うんですけど、皆さんどうお過ごしですか？もうすぐ年末でバタバタしてる人も多いかもしれませんが、12月20日のあと数日でいて座の新月になります。で、いて座っていうとやっぱり私は、私自身がいて座なんでね、こう出ていくぞっていうエネルギーだったり、外にね、外向きのエネルギー、いて座はね、前向きで楽観的で海外に行くぞっていう思いがあったりとか、すごく深い哲学的なことを考えて、そういったことを追求してね、探求して自分の人生をかけて、一致していくというか、冒険をしていくっていうのが、それを通して成長するっていうのがすごく好きなね星座で、まさに私だなって思うんですけど、でも最近ね、それもあるんですよね。だからそういう一面もあるんですけど、同時になぜか過去っていうのが出てきているんですね。みんなもそういうのあるのかな？私は結構あってですね、本当にふとした瞬間にちょっとした情報、テレビとか本とか街とかで人の話から過去の映像みたいのがふっとフラッシュバックのように思い返される時があるんですね。で、大体それは過去の恋愛のことなんだけど、それでしかも楽しい思い出してはなくて、うって苦しくなることとか、なんであの時っていう後悔だったりとか、なんであんな風に言われなきゃいけなかったんだろうっていうね、怒りみたいなものとか、そういったものが出てくることがもう頻度が増えたんですよね、12月に入ってから。何かなと思ってたんですけど、それって結局出てきてるってことはもう解放されたい思いなんですよね。もう私の中でそれは抱えていたくないんですよ。いつまでもその怒りっていうものをね抱えていたくはないし、それは誰もでもそうだと思うんだけど、でもついつい人って忘れられなくて、許せないっていうのもそうですよね。誰かに対して許せないっていう感情がある時って、実はそこに自分がある意味しがみついていて、忘れることができなかったりとかする時なんだと思うんです。それを許してしまったら、自分の価値が揺るがされるような、そんな感覚があったりとか、負けた気がするとかね、多分人を許せないってそういうことだと思うんですよ。でも実際にはもうその出来事っていうのは終わっていることで、別にそこで許したからって自分の価値って変わらないんですよね。当然ながら、当然別に自分の価値って他人が何て言おうと、他人と比較して自分がどんな立場にいようと、自分の価値っていうのは相対的なものではなくて絶対的なものだから変わらないんですよ。でも私たちってどこかで比較したりとか、勝ち負けで物事を考えたりとかしているうちに、なんだか相手との関係性によって自分の価値が変わるっていう気になっちゃうんですよね。そういうので恋愛って結構出やすくてうまくいかなくなることなのかなって。でもそれずっと抱えてるの苦しいですよね。だからできれば忘れたいしっていうね。で、今の新月のいて座のタイミングっていうのがちょうどそういうもう自分にとって不要なもの、物理的にも精神的にも思い込みとかもそうだし、関係性もそうだし、人間関係だけじゃなくて仕事とか、あらゆるものをもう棚卸ししちゃいましょうと終わりに しましょうかね、2026年全く新しい自分に行きましょうっていう最後の脱皮の時期ですね。12月は冬至もねあるしね、
そこに向けてどんどんと不要なものをもう断捨離していく。でもまあ断捨離っていうか、今最近感謝離って言葉もあるけど、感謝をしてもう手放していくと、っていう今時期ですね。見年は脱皮の年ですけど、やっぱり蛇なんでね、それが本当に最後の最後のフェーズに来たっていう感じかな。そうだから、なんか自分を迷わせていることとか悩ませていることがあったら、ぜひもう脱皮しちゃいたいんですよ。で、私の場合はですね、もうずっとそれができなくて、この怒りっていうのはまああったんですよ、前からちょこちょこ出てきていて、でも何をしてもそれが抜けきらなかったんですよ。いろんなことしたんですけどね。例えばあんな風に扱われて嫌だったなとか、悲しかったな、こんなこと言われたのが嫌だったな。でも何よりそれを相手にさせることを許してしまっていた自分が悔しいなとかね、自分を守れなかったなっていう不甲斐なさとかっていうものがあったわけです。でもそれって自分を苦しめる、その思いだから、私はその時のことを思い出して、もう全て許しますと、全て手放しますと、私のことも相手のことも許して受け入れます、全ては最善でしたということを繰り返しやっていたんですよね。それでも出てくるわけで、出てくるんですよ。出てくるものはやっぱりそれでもね。もうね、なんでかなって思った時に、自分の怒りとか悲しみを直視してなかったってことに気づいたんですよね。それが起きた時って、そういう悲しい出来事が起きた時にもっと多分怒れてたらよかったんですよ。相手にね、怒る必要はなくって、もっと私って怒ってるなって感じるとか、悲しいなって感じるとか、一旦なんか例えばノートとかに書き出す、あいつ嫌だとか、いいんですよね、それをしても。一番いいのはもちろんね、相手を批判しない範囲で、私はそれは受け入れることができないっていう、境界線を引いて自分のためにね、自分を健全な形で守ってあげるっていうことが一番だけど、でもムカつくことはムカつくじゃないですか、人間だから。なんでやねんってで思ったら、やっぱりそれをね、出してあげること、感じてあげることってすごく大事なのに、当時の私はそれができなかったわけですよね。それをすることよりも、いかに受け入れるかとか、バランスが崩れないように真ん中の自分、中央の自分でいるかっていうことに重きを置きすぎて、悟ろうとしてたっていうかね、無理に、でもだからこそそれが今も残ってたんですよ。だから一旦もう嫌いって思うことにしたいですよ。嫌だ、ムカつく、っていうかもうそもそも嫌い、全然タイプじゃなかったしみたいないや実際タイプじゃなかったんですけどそうなんかね、そう思うと、なんでもう嫌いだったよね、もう本当にもう嫌だった、なんでタイプじゃなかったのに付き合ってたんだろう、もう信じられないわみたいな一回嫌なやつになるんですよそうすると、そっか、私無理してたんだな、無理して付き合っちゃってたなとか、いろいろ出てくるわけです。例えば相手が付き合いたての頃ってやっぱ優しいじゃないですか。いや優しくて大事にしてくれそうだから、あんま好きじゃないけど好きになろうとしちゃったな、私自分に嘘ついてたなとかそういうことも思い出したりとかして、そうするとどんどんなんだろうな、その時の自分が癒されていくっていうか、それを認めてあげることでね、一回それをするんですよね。そしたらその後に一通りね、ムカつくってやって嫌だったわ、それで数日経ちの、あれもでも自分の人生にとって必要なことだったかな、だってそのおかげで今こう思えてるもんねっていうのが自然と多分今の12月のこの時期はもたらされやすいですし、
最終的にはそれがね、言うて別に 100% 全てが嫌なことじゃなかったし、感謝するポイントもめっちゃあるよね。だっておかげでこんなこと感じれたじゃんとか、こんな楽しい思い出あったじゃんってね、ことを思い出しながら感謝して記憶を手放すことができると思うんです。そうするともうそこに脅かされることはないのかなって思いますね。一通り全てのその少しずつグラデーションで怒りを感じて、ちょっと受け入れて、最終的には感謝してって、いきなり感謝するのは無理ですね人間なんでいきなり悟ろうとしなくても大丈夫。まずは感じることかなって思います。でもとにかく今はそこに対して感謝しながら手放すって、今までは感謝なんて難しいよと思ってた人もやりやすいタイミング、エネルギーっていうのが宇宙から降り注いでるっていう、そういうタイミングなので、ぜひね、ちょっとなんか思い出したなって人はやってみたりとかいいんじゃないかなと思います。じゃあ素敵ないて座の新月シーズンをお過ごしください。聞いてくれてありがとうございます。ルナでした。